ゆっくり解説。家族みんなで見ていた。昭和のお茶の間を温めた国民的ホームドラマベスト10。ねえマリサ、最近はみんな自分のスマホで好きな動画を見るのが当たり前だけど、時々、家族みんなで同じテレビを囲んでいた時代が、なんだか無性に懐かしくなることがあるのよね。ああ、わかるぜ。昭和の時代は、テレビが一家団らんの中心にあったからな。夕食の時間になると、みんなテレビの前に自然と集まってきてさ、チャンネル争いをしながらも、同じドラマを見て笑ったり泣いたりしてたもんだぜ。そうそう、ドラマの登場人物に感情移入して、家族みんなで一緒にハラハラする時間って、今思うとすごく温かくて贅沢な時間だったのかもしれないわね。SNS でドラマの感想をすぐに共有できる今とは違う、家族間のリアルなコミュニケーションがそこにはあったのよね。まさにその通りだぜ。そこで今回は、そんな昭和の時代に日本中のお茶の間を温かい気持ちにさせてくれた、国民的ホームドラマをランキング形式で紹介するぜ。あの頃の懐かしい家族の風景が蘇ってくること間違いなしなのぜ。第10位。パパと呼ばないで。1972年。いよいよランキングの発表ね。昭和の国民的ホームドラマ、記念すべき第10位は何かしら？第10位は、1972年に放送された、パパと呼ばないでだぜ。独身の気ままな男のところに、突然姪っ子がやってきて同居生活が始まるっていう、笑いあり涙ありの傑作ホームコメディなんだ。独身の男性が、いきなり女の子と暮らすなんて、すごく大変そう。でも、なんだか心温まる物語が始まりそうな予感がするわ。人気の秘密は何だったの？やっぱり一番の魅力は、主演の二人だな。主人公の独身カメラマン安武右京を演じたのが当時の売れっ子俳優石立哲夫。そして、亡くなった姉の娘千春、通称、チーボーを演じたのが、当時天才子役と評判だった杉田薫なんだぜ。石立哲夫がチーボーを呼ぶ時の、おい、チーボー、っていうセリフは、このドラマを象徴する有名なフレーズになったんだ。石立哲夫さんといえば、いろいろなドラマに出ていた印象があるけど、このドラマで演じた少しぶっきらぼうだけど温かい役柄が、多くの視聴者の心を掴んだんでしょうね。で、チーボーは、すぐ右京さんのことをパパって呼んだの？いや、そこが物語の肝なんだぜ。最初は心を閉ざしていて、右京のことをパパとは呼ばずに反発するんだ。でも、右京が不器用ながらも一生懸命に愛情を注ぐうちに、だんだんと心を開いていく。このおじと姪が、本当の親子のような絆で結ばれていく過程が、視聴者の涙を誘ったんだ。この作品は石立ドラマシリーズの中でも、特に人気の高い一本なんだぜ。なるほどね。だから、パパと呼ばないでっていうタイトルなんだ。関係性を乗り越えて本当の家族になっていく姿が、すごく感動的だわ。その通りだぜ。突然始まった共同生活に戸惑いながらも、深い愛情を育んでいく二人の姿が、お茶の間にたくさんの感動を届けたんだ。第9位。ケンちゃんシリーズ。1969年から1982年。10位からすごく心温まるドラマだったわね。続く第9位は、どんなドラマなのかしら？第9位は、昭和の子供たちなら誰もが見ていたと言っても過言じゃない、あの伝説のシリーズ、1969年から始まった、ケンちゃんシリーズだぜ。ケンちゃんシリーズ、知ってるわ。すごく長く続いてたわよね。どうしてそんなに長い間、子供たちの心をつかみ続けることができたのかしら？いい質問だぜ。もともとは、ちゃこちゃんシリーズの弟役だったケンちゃんが主役になったスピンオフなんだが、これが大ヒット。1969年から1982年まで、なんと13年間も続いたんだ。人気の秘密は、初代ケンちゃんを演じた宮脇康之くんをはじめとする子供たちの目線で物語が進むところ、そして何より、シリーズごとに舞台となるお店が変わる斬新さにあったんだぜ。お店が変わる？それは面白そうね。どんなお店があったの？例えば、寿司屋のケンちゃんや、ケーキ屋のケンちゃん、それに、おもちゃ屋のケンちゃんなんて、子供にとっては夢のような職場だろ？
次にケンちゃんちが何屋さんになるのか、みんなワクワクしながら見てたんだ。その一方で、お父さん役の牟田定蔵さんやお母さん役の岸久美子さんといったレギュラー陣が、変わらない温かい家庭を演じてくれていた。この安定感も大きな魅力だったんだぜ。なるほど。毎回新しいワクワクがありつつも、帰る場所はいつも温かい家族がいる。っていう安心感があったのね。その通りだぜ。子供たちの成長に寄り添い続けた、まさにホームドラマの金字塔。だから第9位にランクインしたんだぜ。第8位、奥様は18歳、1970年。ケンちゃんシリーズ、懐かしかったわ。さて、続く第8位はどんなホームドラマなのかしら？第8位は、1970年に放送された奥様は18歳だぜ。これまでのホームドラマとは一味違う。当時としてはかなり斬新な設定で大ヒットしたラブコメディなんだ。ラブコメディ？設定が斬新ってどういうこと？先生と生徒が結婚してる、とか、そんな少女漫画みたいな話？レイム、すごいぜ。まさにその通りなんだ。主演は、キュートな魅力で一世を風靡した岡崎由紀。そして彼女の夫で、なんと担任の先生でもある役を演じたのが、10位にも登場した石立哲夫なんだぜ。学校では赤の他人のふり、でも家に帰れば新婚夫婦っていう二人の、ハラハラドキドキの二重生活を描いて、若者を中心に爆発的な人気を呼んだんだ。本当にそんな設定だったの？バレたら大変なことになっちゃうじゃない。見てる方も心臓に悪いわ。そこが面白いんだって。特に、名優森川新が演じた堅物で厳しい大山校長先生から、二人の関係を秘密にすることを厳命され、もしバレたら哲也は即刻解雇、アスカも同様に退学だと約束させられる。このため二人の関係がバレやしないかと奮闘するシーンは、このドラマの大きな見どころだったんだぜ。このスリリングな面白さが受けて、最高視聴率は 33.1% を記録。岡崎由紀が歌った主題歌もドラマと一緒に大ヒットしたんだ。視聴率 33% はすごすぎるわ。家族の絆を描くドラマもいいけど、こういうドキドキするコメディも、みんなで見て楽しんだのね。ああ、それまでのホームドラマの常識を打ち破った、新しい形のお茶の間ドラマとして、テレビの歴史にその名を刻んだんだぜ。第7位、大根の花、1970年から。8位のドキドキするラブコメも良かったけど、次はどんなドラマなのかしら？第7位は、脚本の神様向田邦子の出世作、大根の花だぜ。森重久彌と竹脇無我が演じた、父と子の愛情の機微が見事に描かれた物語なんだ。愛情の機微、ね。どんな親子関係だったの？なんだか、ただ仲良しなだけじゃない、深い話が聞けそうな気がするわ。その通りだぜ。父忠臣は元海軍大佐で巡洋艦日高の艦長も務めた明治生まれの頑固者。一方、息子の誠は出版社勤めの戦後世代。亡き妻を大根の花のような人と忍ぶ忠臣が、誠の結婚相手にも同じ理想を求めるから、価値観の違う二人はことあるごとに口論になるんだ。なるほど。喧嘩じゃなくて口論なのね。世代が違うと、愛情があるからこそ、ぶつかっちゃうことってあるものね。そういうことだ。家ではそんな風に息子と口論ばかりしている忠臣だが、一歩外に出ると違う顔を見せる。それが元部下が営む小料理や日高での姿さ。この店名は、忠臣が乗っていた巡洋艦から取られていてな。そこでは彼は今でも、部下から深く尊敬される艦長なんだ。頑固だけど、部下からは慕われている。そんな不器用な父親像が、当時の日本の多くの家庭に共通するものを感じさせたのかもしれないわね。ああ、向田邦子さんらしい、一筋縄ではいかない人間関係の機微が、多くの視聴者の共感を呼んだんだ。家では息子と衝突してしまう不器用なお父さんが、外では尊敬されるリーダーなのね。一人の人間が持つ、いろいろな顔が見えてきて、すごく奥深いわ。だろ？単純な善悪や好き嫌いじゃなく、人間の多面性を描いている。この脚本の深みと、役者陣の名演が多くの人の心を打ち、第7位に輝いたんだぜ。第6位、7人の孫、
1964年。大根の花、本当に奥深いドラマだったわ。さて、第6位はどんなドラマかしら？第6位は、1964年に放送された7人の孫だぜ。これは後のホームドラマに絶大な影響を与えた、まさに金字塔と呼ぶべき作品なんだ。金字塔、それだけテレビの歴史にとって重要な作品だったのね。どんなところが、そんなにすごかったの？まず、主演の森重久彌さんの存在感が圧倒的だった。彼は愛情深いおじいちゃん役を演じるだけでなく、自ら主題歌、人生賛歌を作詞。さらに驚くことに、本編が始まる前に、森重さん自身が時事問題を語るフリートークコーナーまであったんだぜ。ドラマの前にフリートーク。今では考えられない演出ね。それだけ森重さんがお茶の間から信頼されてたってことなんだわ。その通りだぜ。そして、このドラマのもう一人のスターが、当時まだ結城千穂と名乗っていた、若き日のキキキリンさんなんだ。彼女が演じる女中のおとしさんと、森重さん演じるおじいちゃんのアドリブを交えた掛け合いがとにかく絶品でな。その人気は凄まじく、ついにはおとしさんを主役にしたスピンオフドラマ、としこさんまで作られたんだ。脇役が主役になって別のドラマに、異例中の異例じゃない。それほど二人のやりとりが面白かったのね。見てみたかったなぁ。それが、残念ながら、このドラマは TBS に VTR が現存していないんだ。最高視聴率 33.3% を記録した国民的ドラマなのに、もう二度と映像で見ることができない。まさに伝説のドラマなんだぜ。第5位、肝っ玉母さん、1968年。7人の孫が見られないなんて、本当に残念だわ。さて、いよいよベスト5の発表ね。第5位は何かしら？第5位は、この人の顔を見ればお母さんという言葉が浮かんでくる。そんな女優が主演のドラマだ。1968年から放送された、肝っ玉母さんだぜ。肝っ玉母さん。主演はもちろん、京塚雅子さんよね。あのふくよかで優しい笑顔は、まさに理想のお母さんって感じだわ。その通り、脚本平岩弓枝、プロデューサー石井福子という黄金コンビが生み出したこのドラマは、京塚雅子さん演じるお母さん伊佐子の大きな愛情が全てなんだ。東京の下町にある蕎麦屋、大正庵を舞台に、どんな問題が起きても、まあ、お上がりよと、温かいお蕎麦と笑顔でみんなを包み込んじゃうんだぜ。いいわねー。そんなお母さんがいたら、どんな悩みも吹き飛んじゃいそうだわ。周りの役者さんたちも、きっとすごかったんでしょ？もちろんだぜ。長男の山口隆さんや、そのお嫁さん役の永山愛子さん、長女の沢田正美さんはもちろん、お嫁さんの両親役が千秋実さんと山岡久乃さんという、もう映画みたいな豪華さだったんだ。この作品の大ヒットが、後のありがとうや渡る世間は鬼ばかりに繋がっていく、石井福子ドラマの原点とも言える作品なのさ。そうだったのね。それにしても、なんだか思い出すだけで喉が渇いてきちゃった。わはーん、さてはレイム、このドラマのあるあるを思い出したな。このドラマ、スポンサーがカルピスだったから、劇中にやたらとカルピスが出てくるんだ。お医者さんがお蕎麦をすすりながらカルピスを飲んだり、どの家にもカルピスのカレンダーが飾ってあったり、そんな昭和のおおらかさも、このドラマの魅力の一つだったんだぜ。第4位、ありがとう、1970年。石井福子ドラマの原点、しかと見届けたわ。さあ、第4位はどんなドラマが登場するのかしら？第4位は、石井福子プロデューサーが、肝っ玉母さんの次に世に送り出し、テレビ史の記録を塗り替えたモンスター級の国民的ドラマ、1970年から始まった、ありがとうだぜ。モンスター級？一体どれだけすごかったの？主演は確か、歌手の水前寺清子さんよね？その通り、チータの愛称で人気の水前寺清子さんだ。このドラマのすごいところは、シリーズごとに舞台と設定がガラリと変わるところなんだ。第1シリーズは婦人警官、第2シリーズは看護婦、第3シリーズは魚屋、そして第4シリーズはカレー屋と、水前寺さんが様々な職業の女性を生き生きと演じたんだぜ。毎回設定が変わるなんて、面白い思考ね。どのシリーズが一番人気だったの？
ズバリ、第2シリーズの看護婦編だ。山岡久乃さん演じる母親との親子愛を描いたこのシリーズは、お茶の間の感動を呼び、とんでもない記録を打ち立てた。なんと、最高視聴率 56.3%。これは今も破られていない、民放ドラマ歴代最高視聴率なんだぜ。56%。日本の半分以上の人が見てたってことじゃない。もう、想像もつかないわ。だろ？水前寺さんが歌う主題歌、ありがとうの歌も大ヒットしたし、ドラマのタイトルでもある、ありがとうっていう感謝の言葉が、日本中に響き渡ったんだ。まさに社会現象を起こした、伝説のホームドラマなんだぜ。第3位、時間ですよ。1965年から。視聴率 56.3%。もうこれを超えるドラマなんて、さすがにないわよね。いよいよトップ3の発表ね。第3位は、ただのドラマという枠には到底収まらない、昭和のテレビ文化そのものを象徴する伝説の番組。1965年から始まった、時間ですよだぜ。時間ですよ。戦闘が舞台のドラマよね。でも、ただの人情話じゃなかったって聞いたわ。その通り、このドラマの凄さは、森光子さん演じるおかみさん一家の後継問題を描く、王道のホームドラマがありながら、その本編とは全く関係ない、もう一つの番組がボイラー室で繰り広げられていたことなんだ。本編と関係ない番組、どういうこと？従業員役の堺正明さん、結城千穂さん、そしてオーディションで選ばれた新人女優の3人がトリオザ戦闘を結成してな。ボイラー室で本筋そっちのけで、アドリブ満載のギャグやトークを連発するんだ。これがもう、ドラマの中のバラエティ番組で、視聴者は大爆笑だったんだぜ。うわぁ、面白そう。じゃあ、天地真理さんや浅田美代子さんも、そのトリオから。いいや、それがまたすごいんだ。浅田美代子さんはそのトリオで大ブレイクしたが、天地真理さんは、なんと主演の森光子さんが、あの子は絶対スターになると強く推薦して、戦闘の隣に住むマリ役でデビューしたんだ。そして、本当に国民的アイドルになった。このドラマのタイトルにもなった。従業員のおかみさん、時間ですよ。っていう威勢のいい声が、毎週、笑いと涙、そして新しいスター誕生の合図だったんだぜ。第2位、寺内貫太郎一家。1974年。時間ですよ。本当にテレビの歴史を変えた番組だったのね。さあ、いよいよ第2位。一体どんなドラマなのかしら？第2位は、時間ですよを生んだ脚本向田邦子、演出久世光彦の黄金コンビが、再びタッグを組んだ、昭和ホームドラマの最高傑作、1974年放送、寺内貫太郎一家だぜ。出たー。頑固親父の代名詞。ちゃぶ台返しといえば、このドラマを思い出す人も多いんじゃないかしら？まさにその通り、作曲家の小林亜生さんが演じた主人公貫太郎が、てめえ、この野郎、と怒鳴りながらちゃぶ台をひっくり返すシーンは、このドラマのシンボルだよな。でも、このドラマの凄さはそれだけじゃない。貫太郎と、長男役のトップアイドル西城秀樹さんの親子喧嘩は、もはや演技じゃなかったんだ。演技じゃなかったって、どういうこと？二人の殴り合いは真剣そのもので、西城秀樹さんが撮影中に本当に腕を骨折してしまったほどなんだ。今の時代じゃ考えられない、昭和ならではのリアリティだよな。でも、このドラマにはもう一つ、強烈な伝説があるんだぜ。まだあるの？何かしら？すごく気になるわ。キキキリンさん演じる金おばあちゃんだよ。部屋に貼った沢田研二さんのポスターに向かって、ジュリ、って悶絶する。あのお決まりのシーンさ。これが日本中で大流行して、ついには沢田さん本人のコンサートにキキさんが乱入して披露するっていう、とんでもない社会現象にまでなったんだ。こんな破天荒で、笑えて、熱くて、泣ける家族の物語は、後にも先にもこれっきりだぜ。第1位、北の国から。1981年から。ちゃぶ台返しに、ジュリー、寺内貫太郎一家、強烈だったわ。これを超えるドラマなんてあるのかしら？いよいよ、栄光の第1位の発表ね。ああ、昭和の国民的ホームドラマ、その頂点に輝く第1位は、もはや一つのドラマというジャンルを超えた、
日本のテレビ史が生んだ不滅の金字塔。1981年に始まった、倉本総脚本、北の国からだぜ。北の国から、やっぱりこのドラマが1位なのね。田中邦衛さん演じる黒板五郎さんと、淳くん、ケイちゃんの物語。本当に、特別なドラマだったわ。その通りだ。1981年の連続ドラマから2002年のスペシャルまで、21年間という時間をかけて一つの家族を描き切ったんだ。吉岡秀隆さんと中島智子さんが、役と共に成長していく姿を、日本中が見守ったんだぜ。このドラマには忘れられない名場面が無数にあるが、特に語り継がれているのが、あのセリフだな。もちろん覚えてるわ。ラーメン屋さんでの、子供がまだ食ってる途中でしょうが、よね。ああ、早く店を閉めたい女性店員に、五郎さんが魂の底から絞り出した、あの叫びだ。不器用な父親の、子供への思いのすべてが、あの短い言葉に凝縮されていたんだ。本当にそう思うわ。さだまさしさんの、音符っていうテーマ曲が流れてくるだけで、富良野の風景と家族の顔が目に浮かぶもの。人が生きること、家族とは何か、幸せとは何か、そのすべてを、日本のお茶の間に問い続けた。だからこそ、北の国からは特別な輝きを放っているんだ。文句なしの、第一位だぜ。総評、まとめ。はぁ、どのドラマも本当に素晴らしかったわ。ちゃぶ台をひっくり返すお父さんもいれば、戦闘で歌い出すドラマもあって個性的だったけど、どれにも共通する温かい何かがあった気がするわね。そうだな。今じゃ放送が難しいかもしれない本気の親子喧嘩もあったけど、その根っこには必ず家族の絆や人情があった。人間関係が少し希薄になった現代だからこそ、あの頃の大家族の賑やかさや温かさが、私たちの心に響くのかもしれないな。本当にそう思うわ。皆さんは、どのドラマが一番心に残りましたか？あなたの家族との思い出のドラマがあったら、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。ああ、みんなの思い出話も聞きたいぜ。この動画が面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけると、今後の動画制作の大きな励みになります。よろしくお願いするぜ。